もうすぐ峠じゃ。そこさえ越えれば頑張れよき。ユキ、逃げろ。どなたさんで？旅の者でございます。この雪で難渋しております。一夜の宿を願えないかと戸叩きお願い申します。それはまあ大変でしたでしょう。わらおきのようなところでよかったらお使いください。何間違えたかよせばいいのに、あなたこちんこちんに凍った鉄の火箸プラッとしたら舐めた途端に唇と舌の皮がパッ腫れついたまま押しても引いても離れるもんだね。力いっぱいバーッと外した唇と舌がパッ二つに裂けてしまった。大場岩尾のお大師さんへ向かうところの八渋さ、虫師の銀子と申します。一夜の軒下借り受けしのがせていただきます。誠にありがたき口上、お礼もござりません。旅の難儀は相見たがえ。馬屋のわらおき、遠慮は無用ですじゃ。あちらに先客さんもおいでです。腹の立ちに芋がゆもござりますので、荷をほどかれたら降りてきなされ。何から何まで。頭が白いにしちゃ声が若え。虫師ってな年寄りばかり思ってたかな。柴山の文蔵だ。俺も大場岩尾の高市へ行くところよ。商売はこれ。よろしく。
冬の夜長だ。どうだい、いたずらしてみねえか。さあ、無視しよう、むしりゃしねえ。つけね。虫さん、おかみさんがお呼びです。こちらです。そこでは大きな声を出さねばなりません。どうぞこちらへ。失礼します。見てやってもらいたいものがおるのです。はい。見ると申しますと、何か病人、それなら本草の薬しか医者に見せた方が。作治、牧野。そして女中の竹、皆耳を患っております。ご覧のようにこの村は深い谷の底、風の通らぬ静かな里でございます。何年かに一度大雪が降りますと、しんとして物音一つのうなります。そういう晩には話している声さえ心細くなって消えてしまい、やがて気がつくと耳から音が消えてしまうのだそうで。音が消える。昔からそれは虫のせいだと言われております。なるほど。それは両方の。いや、片耳だ。こっちは聞こえる。ほらもほとんどのものが片耳しか聞こえないのです。私も片耳ならばと思っていたんですが。片耳を失うと人はまっすぐに歩けないのだそうで、そしてこの辺りの山道、踏み外せば命に関わります。確かに。運ですか？あうんのうん。音を食う虫です。音を食うのですか？普通は森に巣食う虫ですが、雪は音を吸収するので、音を求めて里へ降りてきたんでしょう。かなり集まってますよ。暗くて私には見えないのですが。音を食い尽くすと群れから離れて獣に寄生するんです。寄生？移動して耳の中に入るんですよ。耳の中にはカタツムリにそっくりな器官があるのをご存知ですか？この虫はそこで入ってきた音を全て食ってしまうというわけです。お湯ってこれぐらいので。なんだこれは。岩塩と炊き蒸したセンブリです。大丈夫か。見せてみよう。
よちゃんと。この声が聞こえにくい。他の方にもこれをあげてください。はい。それと屋根裏に吹きつけておけばいいでしょう。はい。等で10銭になります。一冬はこれで足りるでしょう。それでも気がかりな方はさらに等もあれば春が参りましょう。女房と合わせて20ばっかもらおうか。オラにもくれる？オラも。まだお名前を伺っていませんでした。銀行と言います。見えるのか。怯えることはない。まだああいう光を帯びてるのは大した悪さはしない。飲め、怪我にいい。おいらよきって言います。早く直して出てってくれ。昨晩は驚きました。虫師の仕事というものを初めて見させていただきました。お引き止めしたのは実はもう一人いるのです。それが他のものとは何やら出方が違っていまして。違っている。両耳を病んでしまった者がおるのです。真帆、虫師の銀子さんだよ。孫の真帆です。前の秋口からこのようになってしまって、この角が生えた頃からそれまで聞こえていた音が聞こえなくなって、これまで聞いたことのないような音が聞こえ出したというのです。これまで聞いたことのない音。ささやくような音、轟くような大きな音、小さな音が割れ金のように響いたり、無数の鐘が鳴ったり、その角から音が入ってくるというのです。これはもしかしたらアという虫かもしれません。え？運の食った音の出口なのではと言われていますが、よくはわからない。あの薬ではダメなのですか？これは
耳の器官についた虫じゃないので。それではどうやって？とにもかくにも相手を知らねばね。どうだ、いくらか静かになったか。この煙で虫を遠ざけた。俺は銀子、虫師だ。虫はこんな大声で話してるの？一匹一匹のつぶやきは小さなもんだが、数がいるんでな。その一つ一つが小玉のように渦巻いてお前の中に流れ込んでるのだと思う。その角どういうふうに生えてきた？耳を塞いでた。母さんがよくそうしてたから。お母さんの声忘れないで。お母さん、自分の声さえ出てるのが聞こえない。聞こえる？魔法。お母さんの声。お前の母さんが耳を塞いでいた。娘の末子はそれはかわいそうなものでした。音のためにろくに眠れずに衰弱していき、どうしてやることもできませんでした。娘さんが死んだ時、角はどうなってましたか？顔には布をかぶせていたのですが、桶に入れるときカラカラと音がして、最初は誰かが入れた私線かと思ったのですが、ちらりと取れた角が見えました。見てもいいですか？その角。言いにくいことですが、墓を掘り起こしてということになりますが。親類の者がよって噂になると申しまして、無理やり火葬にしてしまいました。墓には骨が少々残っているだけで、山の奥で隠れるようにして燃やしてしまいました。
よう入れてくれよ。へえ、意外と広いんだな。角知らないか？お母さんの角知らないか？俺はお前を助けてやりたい。お前やお前の母親のような人間がまた現れた時にも助けてやりたいと思ってる。見るだけだぞ。お母さんの角か？忘れないで。聞こえる魔法。お母さんの声。お母さんの声が頭の中をぐる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 回って怖くなったの。あんなに大好きなお母さんの声なのに。ここがすか。この右に巻いているやつが運ということは、左巻きのやつがあ。これは右巻き。これも違う。いたぞ。
この虫は人間が寝ついた時など呼吸や脈拍が静かになった時に入ってきて頭の奥、記憶の一番深いところに取り付くようです。お母さんから落ちたばかりの角を額に当てたので、まだ残っていたお母さんの声が真帆に入ったんでしょう。そんなことがあるんですか？これを作っていたんですよ。あの子の角？どこでそれを？真帆が？よく見てください。先がねじれ始めていて貝になろうとしています。貝ですか？多分このままいくと運になるんでしょう。運の無門をあが食い、そして運を生み出していた。真帆の頭の中にあの子の声が響いていたなんて。それがこだまして重なり共鳴し反響して元の声の様を失い騒音として聞こえていたんです。それを直すのは？真帆が自分で直すしかないでしょう。自分で？どうやって？しっかり、真帆。薬が効きすぎたか。真帆、大丈夫かい？真帆、真帆、真帆。よかった。もう大丈夫でしょう。もうって何が大丈夫なのか私には全然。線が抜けたんですよ。泡は出ていきました。角が。ありがとうございます。なんとお礼を言っていいものか。いや何、ただそれがあるべきように戻っただけです。あの魚、池に住む虫のせいだ。夜や明け方は決してここに近づくんじゃないよ。虫？私の言う虫は見える人間とそうでないものだ。幻や影道のようなものではない。私たちの命の別な形。ただ影響は及ぼしてくるから近づくなというのだ。よき、お前そろそろ足はいいんじゃないのか？帰る家もあるんだろう。母親のことも親戚の者に知らせないとな。帰るとこないんだ。ずっと
おっかーと物売りして歩いてたから。それに足歩くとまだ痛い。池の魚みんな白い。それに一つ目だ。ぬいさんの髪や目も。池の光を繰り返し浴びるとこうなるんだ。だから早くここから去れというのだ。それじゃあここにいたらもう一つの目もなくなっちゃうの？不思議と両目のない魚はいない。そういう風になってるんだろうさ。その虫ってなんていう名前なの？闇のような姿のものは常闇。そしてもう一つ、明け方池を銀色に光らせて大きくなった常闇を元の大きさに戻している虫がいる。常闇を食べる虫がいるんだ。そいつに名があるかは知らないが、私は銀子と呼んでいる。銀子。ああ、お集まりさんで。よう銀行、つがなしかい。つがなしともさ平さん。なんせお長沢の途中カファオには手こずった。なっちゅうて銀行。はい、今相撲だと思ったから。あ、湯回りしてくだされよ南慶さん。それより近頃まぐい寄りますか。はトーンと式じゃと。はおととしのご家以来敷居じゃ。なんも知らんとすったかぶって。あのご家にはみんな世話になってるからの。うん。近頃わしのおるまゆ海はたがえてきよるし、面の読めん時がある。おいめじゃ。わしも負い目じゃ。太陽んとこの玉場からだが。あのメンチリか。海のなしゅうて銀行。わしに来いとさ。主は太夫の憎からずじゃからな。そうじゃ。なりひらじゃ。まあ近頃は面白い話もないがな。あ、見ない顔だな。見知りもんか。流れんだ銀行。雨宿りの流れもんだ。見たかあの亀。何が入ってると思う。そばの実かくずの粉。死体だよ。死んだカカの死体さ。何も入っちゃいねえんだ。虹をな。虹を捕まえて入れて持って帰るんだそうだ。
虹を捕まえるんだって。あんたも冷やかしかい？どんな虹を探してる？功労さんか。虹にイエローのローと書く。親父がつけたんだ。変な名前だろ。そうかね。俺のなんざカタカナだがね。子供の頃は親父と一緒に虹を見てね。普通の虹じゃないよ。蛇みたいにまったりうねったりするんだ。ほう。信じてくれなくてもいいさ。どうせ誰も信じてくれねえんだ。こうだって言うんだよ。え？その探してるっていう虹さ。虹に蛇と書く。ちょっと俺知ってんのか？普通の虹は太陽を背にしてる時にしか見えないが、コーダはそれとは関係なく出る。それと色の並びが逆だ。余計に詳しいね。これから行こうとしてる丹友の家の記録を読んだのさ。丹友？その人も無視しなのかい？なんて言ったらいいのかな。丹友の家には代々変わった虫に体を侵された者が生まれてくる。言ってみりゃ虫に取りつかれた家だ。この虫の呪いを解くにはさまざまな虫を殺した話、封じた話を文字にして書いていくんだ。そうするとその文字の墨となって体から虫が出ていく。だから丹友は虫の記録を取る。虫に体を侵食されながら虫をめでつつ文字で虫を封じる。ああ、因果だね。ところで銀子さんよ、その記録ってのを俺にも見せてもらえるのかい？ちょっと待ってくれよ。虫師じゃないとダメだろうな。それとその亀、役には立たんから売っ払っちまった方がいい。おい坊主、お前残されだそうだな。親いねえんだろ？女の虫師が言ってたぞ。どうだ、うちに来て働くか？ねい、ねいさん。うわ、気持ち悪い。へっぴり虫め。夜山を一人で歩いているとな、さっきまで道を照らしていた月が雲もないのに急に見えなくなったり、星が消えたりして方角がわからなくなる時がある。そうすると次は自分の名前や昔あったことも思い出せなくなる。
それは常闇がそばに来ているからだ。どうなるの？そうなると。何でもいい。何かの名前を思い出せばいいのだ。それが自分の名前だと思ってな。そんなのでいいの？その代わり前の名前だった頃のことは思い出せなくなるそうだがな。おっかあのことを忘れんのはやだな。あんな棒食いで墓は建てたけどさ、おいらまで忘れちまったら誰もおっかあのことなんか覚えてなくなっちまうよ。生きてたことさえ忘れられたんじゃ。どうしたの？ぬい。ぬいは何か隠してるんだ。オイラがいちゃ困る理由が何かあるんだ。池に住む虫。虫が虫を食べるなんて、そんなこと。出てこい、常闇。銀行。お前なんかちっとも怖くないぞ。の魚。消えた。よ
何をしている。言ったろう。光を浴びるのは良くないと。両目のない魚がいないのは、両目がなくなったら消えちゃうんだ。知ってたの？ぬい。消えるのではない。銀湖の放つ光が常闇に食われた生き物を光に変えたのだ。随分と調べた。片目の魚を池からあげて光を浴びぬようにしてもダメだった。一度白くなった魚はいずれは両目を失い常闇となってしまう。それが分かった時には私も光を浴びすぎていた。じゃあぬいも。逃れられるものからは知恵ある我々が逃げればいいのだ。分かったか、ユキ。だから早くここから去るんだ。嫌だ。行くところなんかないし。なんでもっと前に逃げなかったの？お前がいると辛いばかりだ。頼むからもう行ってくれ。嫌だ。オイラの故郷はここだ。違う。ここは私と常闇の場所だ。お前のいていい場所ではない。これで終わりにせねば。ぬい。やっぱりオイラここにいる。大丈夫だよ。オイラヌイの邪魔しないし。やめんか、ヨキ。来てはならん。ぬい、その目血が出てるよ。お前は来てはならん。来てはならぬと言ったのに。ぬい、常闇が。なんてことを。
にいるの？戻りなさい。ぬいは？ぬいも一緒に戻ろうよ。いけない。銀子が目を覚ます。あれが金庫。常闇の底の目のない魚。恐れや怒りに目をくらまされるな。皆ただそれがあるようにあるだけ。ぬいなの？ぬいの手、冷たくも温かくもない。お前の手はまだ温かい。手だけじゃない。私にはもう目玉はないが、お前がこちらを見るとまるで日の当たるように暖かだ。あのほの暗い池の傍らで、それがどんなに懐かしかったことか。さあよき、この先は片目を閉じてお行き。一つは銀子にくれてやれ。常闇から抜け出すために。だがもう一つは固く閉じろ。また日の光を見るために。好き？さっき沈んだばかりなのに、これで何回目だっけ？わからなくなった。オイラの名前。銀子。この辺りは当分雨は望めそうもないな。山にカツラがかかってる。あの辺りは下雨になるよ。おお、さすがだな。もう5年も虹を追ってんだ。とりあえず雨を読むことには長けたよ。5年か。コーダの正体はおそらく好気を含んだ雨だ。好気？虫の命の元みたいなもんだ。はあ。じゃああっちは人の命の灯火ってやつか。もうこんなところにまで電気が来てんだな。今に日本中夜も昼みてえになるよ。明るいね。あれ、そっちの目。ああ、片っぽの目はガラス玉なんだ。
生まれつきかい。それが覚えてない。子供の頃の記憶がないんだ。どうなんだい？まあ広いんでな。全くだ。銀行。誰だいそっちのは。一緒に旅をしてる功労といってコーダの記録を。そっちは外で待ってな。待つのは慣れてるよ。遅かったな。早く来るように書いたぞ。海を見たのが下谷口の庚申堂だ。二神の峠をかけては越えられん。急を要する事態なのじゃ。丹友様がお前を呼んでいる。丹友に何かあったのか？玉生涯の手落ちじゃ。どうしたんだよ一体。まあ見てくれ。おいタマさん。うろたえるな。どうしたんだよ。広がってんのか？ずっと足の付け根あたりまでしかなかったのじゃ。触れてもいいか？足の先は温度が感じられなくなっており、境目は高熱じゃ。色は少しずつ上がっておる。三宿の滝地から紹介されてきたと言って、その虫師が来たのは一月も前になる。虫師というのはめくらの女の方で、その亭主とも思えなかったが、杖となっている男の方も口が利けなんだ。珍しい虫を退治した話を聞かせれば金になると吹き込まれていたので困ったよ。虫師の記録として残すのだと言ったら、男の方は愛想なくして拗ねてしまった。女の方は態度を変えることなく話し始めた。昔山の池に常闇という虫がおりまして、その池の底には銀子という虫もおりました。俺の名前？そうじゃ。その常闇の底に住む目のない魚じゃそうな。知らんのか？知らん。俺のことを知ってたのかそいつ。向こうもお前のことは知らんと言っとった。ところがその晩じゃ、丹友様がその話を記録してる時、急に体調が変だと言い出して寝込んでしまったのじゃ。読ませてくれ。丹友が書いたその話を。
よかろう。話を終えるとその夫婦者は霊の代わりにこのカリブ酒に伝わる鉱脈筋の図面を見せてくれと言ってな。鉱脈筋？何でも好奇が女の体を癒すのだそうな。小1時間ほど蔵に入れてやると図面を見てまたどこかへ流れて行きよった。これが全て虫の記録だもんな。今まで俺が見てきたのはごく一部ってことだ。今は見なくなった虫の方が多い。新種の報告も近頃は聞かぬ。机借りるぞ。太夫様の不机じゃ。本来ならお前など座れるところではないわ。太夫の字だ。当たり前じゃ。綺麗な字を書くなってことだよ。私の村は山の斜面にしがみつくようにありました。その年、先祖伝来開拓し受け継いできただが、稲の病気で土が汚れてしまったのです。2年続きの不作と天候の不順で田が枯れようとしていたのです。私が虫師の仕事で家を空けていた時期のこと、亭主が私の荷物から土地の鉱脈を描いた図面を盗み見たのです。古い地蔵堂の裏の湧き水をせき止めて村の田に引こうと考えたのです。鉱脈筋の鉱気を含んだ水です。田はよみがえったそうです。なんだこれは。えらい酒みたいな匂いだ。さいか。虫の根源たる好奇、それはいわば命そのもの。
が手をかけてはいけないものでした。こうしてその池に常闇が住み着くようになったのです。私は一人山へ分け入ってあの池を見つけ、そばの朽ちかけた地蔵堂に住み、常闇を調べ始めました。ある日、母親を鉄砲水で亡くしたユキという子供を峠の道で拾い、地蔵堂に連れてきました。ユキ？その子供は亭主と共に消えた私の子供と同じくらいの年で、一人で銀行、なんじゃそれは。わからん。一体これは。お前、その虫は。人はさまざまな虫と共生している。しかし虫師となる者はどこかで普通の虫ではなく異形の虫を宿しておるのじゃ。それゆえ虫を見ることもできれば、時には虫を寄せる。俺の中の虫が常闇だというのか。見ろ、文字がにじんでおる。他の巻物まで。先々代からの記録が。なんたること。太夫は藤田の虫が騒ぎ出したということは。太夫様の身に何か。虫を退治するところまで読んでないんだ。ばあさん、話聞いてなかったのか。太夫、なんとしたこと。太夫様、大丈夫か。太夫様。ああ、常闇が太夫についたのか。そうでもない。これはもともと太夫様についている禁止の虫。解き放たれて宿主に向かい牙を向いておる。囚人を殺しちゃ共倒れだぞ。虫が利を返すか。目の前のものを食い尽くすのみじゃ。払えないならせめて沈めることは。本来この虫は太夫様の愛玩物。操れるのは太夫様だけじゃ。その太夫がこのざまだ。どうすんだ一体。結露を開く。赤き血潮が文字の墨を流すと聞いた。誰に聞いた。命がかかるぞ。半分は持っていかれておる。残りにかけるしかないではないか。銀子よ、蔵へ戻れ。太夫様の文字に食らいついた常闇を探し出せ。なんだよそれは。お前が操るのじゃ。聞いたこともない虫をどうやって。お前の虫だ。己に聞け。お邪魔します。おい、銀子さん。お、ちょうどいい。手伝ってくれ。よいしょ。よっしゃ。
ああ、目のりの土をよ。母さん戻れ。どうかしたのか。うわっ。父さん、ここはいい。外に出て目塗りだ。蔵を封印するんだ。ああ、ギグさんも一緒に。おい、ギグさんよ。ギグさん。扉を閉めてくれ。え？あ、ちょっと。俺の中の虫がお前らを呼んでるなら、どっちが食うのか食われるのか。石化して刀が入らぬ。誰か？おい、誰か？おい、ばあさん、ギグさんがよ、車の中でちょっと大変なことになってんだよ。おい、手伝ってくれ。え？風呂を沸かすのじゃ。急げ。風呂？ところと分けろ。こっち来い、ばあさん。このまま湯船に。よし、来た。そっとじゃぞ。この辺りはまだ硬くはなってないが、あまり心臓に近くては。おい、ちょっ布を裂いて紐作れ。あ？太夫様の腕を巻くのじゃ。流れ出る血が赤くなったら一気に縛るのじゃ。おう。確かにこれらは太夫の文字。数種のシミをいるが、常闇はどこだ？そこか。常闇よ。
銀行が起きる前に。お前は誰だ？お前の手はまだ温かい。お前がこちらを見るとまるで日が当たるように暖かだ。コロ、早く縛らんか。太夫様。あ、おい、しっかりしろ。おい、銀子さん、銀子さんよ。息はあるがよ。一体どうしちまったんだよ。はい出た床闇を銀子が捕まえたんじゃ。その床闇ってのに食われちまったのかい、銀子さんは。いいえ、それは常闇ではないの。常闇を封じた私の文字たち。玉、菜箸を。常闇によって私の文字たちを解き放ってるのよ。扉を閉めて。玉。巻の1853その1。6237その1。
だどうした？なんだよそれは。あまりうまそうな色してねえが。石蜜じゃ。石の室で保冷している蜂蜜じゃ。逃げ。働き蜂がこの蜜で女王蜂を育てるのじゃ。お前などにはもったいないわ。太陽さんよ、元に戻ったようには見えねえが大丈夫なのかい、銀子さんは。覆っていた文字たちは元に返したが、金庫の半分はまだ闇の中にある。その闇はもともと銀庫の中にあったもの。その闇に食われるか這い出てこれるかは金庫にしかわからぬ。常闇退治の話を聞いてるんじゃないのかね。あの女虫師は自分で堰を壊してよどんだ好気を流しただけ。常闇が流れてしまえばそこは好気の脈筋。そうして女虫師は生きながらえたの。よきよきどこだよき行くな。私にはもはや亭主も子もおらん。よき私のそばにいておくれ。亭主も子も常闇と共に流れていった。早くせんか、コロ。コロ。バカだな、本当に。コロコロって俺は犬じゃねえっつうの。近頃は名前を呼べば振り向くようになったが、あれでは人のようなさ、なんとかならんのかね、タマさんや。太陽様に任せておけ。虫の知識にかけては日本一のお方じゃ。昔から鉱脈筋を書き留めた図はあるけれど、
常にそこを流れているかはわからないの。じゃあどこをどうやって探せばいいのかね。さまざまな条件によって移動消滅出現を繰り返しているから、その痕跡をたどっていくしかない。痕跡っつって好気を浴びて常闇を流すしか術はないと思う。あの女虫師がやってるように。そいつって一体銀子さんの何なのかね。いいのか、こんなとこまで来て。玉の義太夫が始まれば誰にも止められないもの。清さんたちがいい迷惑だろ。この辺りでいいか。ありがとう。なんて気持ちがいいのかしら。久しぶりだわ、外。いいんだ、清だって。浅ましいや、恥ずかしいやって歌いながら畑をかけていた。思いもよらなかったな。何がだ、銀子。探幽があの屋敷で笑ってたなんてね。安心しろ、ちゃんと泣いてもおるぞ。昔ほどではないが。義太夫も浄瑠璃も好かぬ。人や子が死んでばかりおる。銀子、これは道行きだぞ、私と。ひとところにしか入れない探幽と、ひとところには入れない銀子の道行き。一体どこへ行く。さて、月。さっき沈んだばかりなのに、これで何回目だっけ。銀子。それじゃあな、ばあさん。探幽さんによろしく。ああ、銀子のことをよろしく頼むぞ。任しとけ。じゃあ。さあ、行こうか、銀子さん。
ほな行くか。うちの親父はさ、銀子さん。うちの親父は橋大工だったんだよ。一度、親父に連れられて、周防の錦川にかかる橋を見に行ってね。親父、ずーっと橋を見たまま動こうともしなかったっけ。でも綺麗な橋だったな。また見に行けばいい。虹なんて追っかけてねえで。いや、だから虹は橋なんだよ。俺と親父のさ、それを見つけねえと帰れねえんだよ。今までのことは礼を言うよ。しかしいつまでも世話をしてもらうのは心苦しい。何も返せるわけじゃないし。何言ってんだよ。たまたま歩く方角が一緒なだけさ。気にすんな。道が分かれれば人も分かれんのさ。元気いいな。暑いな。ああ、大工になるんだって。おお、僕は大工になるね。ああ、大工はもうねえわ。頑張れ。おう、じいさん。この世は何に効くんだ。そうじゃね。頭痛、腰痛、肩こげに水血。何人でも効くがね。他に何で効くかね。よりよいには効かねえな。それが治れば天下の名刀だ。兄さんたちはどこから来たのか。東の山を3つ越えてきたよ。どこへ行くのか。さてね。雲をつかむみてえな話だよ。まったくだ。あれ、あんた見えるかね。見える。見える。人を治してまた己をも癒しめるか。回復傾向顕著なり。よかったよかった。尾根に連なる鉱脈筋が盆地を取り巻いてる。下に光って見えるのが湧水群だ。あの湿原に鉱気の溜まった池があったとしたらどうだ。雨の匂いがする。一時しねえで降ると見た。どこで待つ。たとえ見つけても山の斜面じゃ移動がきつい。
平地に出たよ。もうすぐ西の斜面に日が陰る。東から見ていりゃすぐわかる。確かに太陽を背にしてちゃ本当の虹と区別つかねえもんな。決まるわい、そこ。おい。どこに泉が湧いてるのかさっぱりわかんねえよ。それになんだか道も心細くなってきたぜ。おい、どうする銀子さん。降ってきたのかい？見えないのか？え、何が？ものすごい数。渦だ。うずら？うずらが飛んでんのかい？奴ら少しずつ渦を巻き始めてる。やけに空気が重たくないけどなんだねこれは。見えない方が幸せってやつだ。見てくれ、キキコさん。あれ。あれだ。急げ、コウさん。おい、コウさん。待て。やめろ。よし、あとは体温で乾かすか。どうした？やけに陽気だな。なんだかせいせいした気持ちだな。運が良かったのか悪かったのかよくわからんが。でも確かに見たよ。ちゃんと太陽を背にしていた。しばらく待ってみるか。ここは場所もいいみたいだし、条件さえ揃えば。いや、もういいんだ。俺は国へ帰るよ。慣れるかどうかは知らんが、橋細工をやってみるつもりだ。そうか。それがいいさ。太陽さん、
あんたのために一生懸命だったぜ。探幽はいつでも何をするのも一生懸命だ。そっか。そうだな。だから俺は探幽に好きと言えないんだ。好きなのかい？ならなんかいるのかい？虫だ。え？ざわついてる。これは行くぜコウさん、早く。ああ減ったな。夕べから何も食ってねえよ。近くの百姓のとこで米と味噌でも売ってもらおう。別れる時好きっぱなしじゃ思い出した時情けなくなっちまうからな。ああさてお別れだ。達者でな。そっちこそだよ銀子さん。これからどっちへ？そうだな、この近くにもう一つ鉱脈筋があったから、まあちょっと寄ってみるよ。そっか。もし俺が俺の里についてたらいつか訪ねてきてくれないか？ああ、それまで俺が無事に生き延びてたらな。世話になったな。何言ってんだよ。
あんたは生きてる。生きて俺の里をやってくんだよ。太夫さんと足も治ってよ、一緒に旅してるんだよ。ほんでよ、二人で俺の里にやってくんだよ。俺には分かる、分かってんだよ。この辺りに常闇。秋だ。よく帰ってきたね。お前が私を見てるのがわかる。日の当たるように暖かいからね。ああ、ヨキだ。本当にヨキが帰ってきた。お前の手のぬくもりだ。あんたはぬい。なんということ。お前の中には、お前の中には銀子がいる。
たちは銀行になったのか。銀行になって私を銀行が目を覚ますよせ。やめろ。この辺りでいいだろう。虫を払うのはよくやるんだが、いざ寄せるとなるとあまりやったことがない。しかしここなら心配いらないと思う。